はいさーいジーザスビートショー。イエーイ。皆さんようこそハイサイジーザスビートショー第1回目です。イエーイ、始まりました。今日は素敵なゲストが来てくれてます。はい、金子天さん、そして金子凛子さん、ようこそ。ジーザスビートのスタジオへ。ありがとうございます。そして元木くんもね、今日は来てくれてますね。ありがとうございます。イエーイ。そして、番組を進めさせていただく私松浦間宮、AKA 新 AKA 間宮と、そしてちーちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、第1回目の記念すべき番組にこのお二人はですね、本当にぴったりだと思います。今日はつい最近結婚されたんですよね。はい、はい、で今日はなんとさっき聞いたんですけど、結婚されてからはい、ちょうど1ヶ月。ちょうど1ヶ月。新婚さんいらっしゃいって感じですね。いやー、モチベーション上がってきた。こんな記念の日に嬉しい。いやー、でも本当にありがとうございます。よろしくお願いします。今日はね、いろんなことを聞きたいですよね。はい、もうすごくいろんなこと聞きたいんですが、はい、もうしょっぱななんですけども、はい、パネルゲームをしたいんですね。はい、お、やりましょう。はい、パネルゲーム。はい、いろんな質問をさせていただきたいんですが、お二人が、新婚ほやほや1ヶ月目なんですけども、どれぐらいお互いを知ってるか、そんなちょっとテストみたいな、そんなパネルゲームを怖くないですか？したいな。大丈夫ですか？お互いどれぐらい知ってるかってね、そこに点があります。できればですね、書いてる時にはお二人見えないようにちょっと隠していただきながら、じゃんと言ったらまたお見せしていただければと思います。よろしくお願いします。はい。早いな。真っ白ですね。さすがです。そんな感じでお願いします。はい。じゃあ最初の質問からいきますね。いいでしょうか？はい。最初の質問は、ちょっと簡単なんですけど、相手の好きな色は何でしょう？好きな色。知ってますか？好きな色。色ですか？はい、色、カラーですね。いや。どうでしょうか？好きな色。これはね、意外とわかりますよね。これはね。きっとわかると思うんですけど。1個。1個がいいですね。できれば。1個にします。はい。はい。虹色とか書く。凛子さん書くの早かったですよ。いや、もうこれじゃなかったらやばいですね。はい。せーの、じゃん。はい。凛子さんは黄緑って書いてるんですが、デンさんお好きな色は何ですか？黄緑です。当たってる。で、デンさんは茶色ですねと書いてますが、凛子さんどうですか？茶色の茶ってこれだっけ？多分当たってますかね。合ってると思います。合ってますよね。実は私も黄緑が好きなんですよ。ということで1ポイント。はい。ちょっと0ポイント。はい。結構。はい。じゃあ2問目ですね。2問目はこれも簡単な質問なんですが、好きな食べ物は何ですか？一番好きな食べ物。一番。一つだけですもんね。一つだけじゃない。凛子さんが悩んでる。せーの、じゃん。はい。おお。寿司。じゃあ今度はデンさんのは味噌汁と書いてますが、凛子さんどうでしょうか？一番好きなのですか？はい。一番好きなのはうどん。一番ではない。うどんか。汁系だけど。お汁系。惜しかった。麺が入ればよかったですね。残念。すっごい飲むんですよ、私。へえ。何杯もいけるんです。すごい。その美しさは味噌から。じゃあ凛子さんは寿司と書いても、デンさんの好きなものはお寿司ですか？はい、寿司一番ですよね。一番。一番ではないな。一番は何ですか？一番は沖縄そばとカレーです。なんかそばって前言ってたかもしれない。
じゃあ今回は今回はデンさん0にあ、自分は1ポイント。 1ポイント。一応味噌だから違うよ違ってるこれどっちも違ってる。まだりんごさんリードですね。はいじゃあ3問目いきます。すみません。初めて2人がデートで行った場所。なんか意見分かれそうだ。これはこれ夫婦喧嘩に発展しそうな質問ですねこれ。元木さん鋭い。多分大丈夫かなと。はい、せーのじゃん。スタバ。あれそっち？ブルーシールとスタバが出てますけど。これ説明したいですね。こはいれは説明したい。説明が必要ですね。 OK はい。あのはいデンさんからじゃあ。もうこれはもう本当にもう付き合ったっていうか、まあ告白して OK をもらって5分後くらいでもう本当にその日に行ったやつです。あー、お付き合いした時にっていうことですスタバねの。駐車場うんうでん。告白駐車場ですか？駐車場で、はい、はい。でそのままスタバにコーヒー飲みに行ったっていう。隠れてんだ。ううんん。だね、すごいそれを初デートなのかカウントするかカウントするかみたいな。なるほど。ちなみにブルーシールはどこのブルーシールですか？茶炭チャタンの。危ないまま君なとって言いそうでした。港も行ったけど、じゃあお付き合いされる前にまあお互いちょっとねどんな方かしらみたいな感じではいデートした場所ははいどこなんですか？せーのミニあそっちミニなんでまた合ってます合ってます。じゃあ蕎麦屋さんに行ってからのミニミニ動物園。なるほど。そうそうそう。なるほどあーなるほね。そっかそっか同じ日なんだけど最初にでも蕎麦屋さんに行ってからミニミニ動物園に行ってるんですね。そうはい。そっかこれってそうか難しい難そうでしいですすね。ね。でも印象はやっぱミニミニ動物園なんですよね。きっとね、りんこさんの中では。ううんん。なるほど。白いまあ蕎麦屋にデートには行かないもんね。あ、行くか行くか。いつもあ、ラーメ好きなンばっかりんですね。です。はいへえ。ところでお二人はちょっと気になったんですけど、どのように出会ったんですか？どんな出会いをしてるんですか？友達がいて、もともと地元の友達がうんクリスチャンになって、でその友達にちょっと聖書のことを教えてほしいって、クリスチャンになって日が浅いからよくわからないから教えてほしいって言われて、デンさんはその時クリスチャンですよね。はいクリスチャンです。はい。クリスチャンで、それでまあなんだろう、まあ勉強会って言ったらまああれですけど、まあそういうじゃあまあ簡単にざっくりと概要というか教えるよっていうのをそれをやったんですけどその時にその友達が自分だけ習うのはなんかもったいないというか、友達連れてきていいって言われて、でその自分の友達が行ってる教会のはいメンバーで友達が私でそう連れてこられてっていうか、はいなんだろ一緒にあ、じゃあその勉強会に来たのがりんこさんだったってこと。そうです引き連れ何名かて。一緒にあ、なるほど。うそう自分も何名か声かけて結構何名くらいかな56名とかくらいで月に1回やるようになってそれに来ていた人。なんていうの最初は聖書勉強会みたいな。バイブルスタディをしようって言ったらそこに集まってきたメンバーの一人だったってことですよね。まあそうですね、はい。じゃあそれが初めて出会ったそうですね、はい。なんですね。それはちなみにいつ頃のお話ですか？もし差し支えない。それは2年前の4月か5月とかくらい。そこで一つ聞いていいですか？はい出会った時にお互いこう会って、まあ、話してでもいいんですけど、はい印象ってどうだったんですか？第一印象？第一印象。確かに気になるね。自分はなんか話しやすい子だなっていうか、やっぱりなんか話しててすごいリアクションがいいから話しやすい子だなっていう。じゃあ印象すごく良かったんですね。りんこさんは？私なんか面白い人ちょっ
と変わって面白いなって思いましその時は帽子をかぶってましたか？た。帽子わからないんですけど、でもかっこいい人だとは思ったんですけど、おー、ありがとうございますなるほ恐れど。なんかジョニー・デップに似てるとか言われませんか？たまにね、やっぱり親戚かもしれない。やっぱり。どっかで。へこー、れかっこいいで炎ですね。上するかもしれない。お手柔らかに。そうねハイサイジーザスビートショー第1話はジョニー・デップが来てくれましたけどすごい恐れ多いみたいな。どっちが先にこういいなって意識し始めたのかなと思って。ああ、まあ自分でしょうね。あ、そうはなんですね。でも最初は最初はそういうふうには見てなかったです。ううんんっていうのは素性が分からなかった。素性が分からなかった。お互いどこの骨の馬の骨かわからないみたいな。私結構昔恋愛でいろいろ傷つくっていうかこう結婚の予定が昔あったんですけどダメになったりとかしていて痛いなそれは。なのでこう素敵な人で結婚できたら嬉しいって思いながらもなんかちょっと考えたいなみたいな感じでした最初は。不安とかもあったりとかなんですかね。なんか少し時間が欲しいというかなんかみんなはどうやってこの人と結婚するって決めるんだろうってすごく思って結構祈ったりとかしてました。はいじゃあ祈る期間っていうのも結構ありながら、そうすごくじゃあその一歩進もうって言って、プロポーズがあってとかいうのはどんな状態だったんですか？まあ自分はもう結婚しようって決めてたっていうか、まあ自分としては気持ちを固めてたので、でもそうしてくるとプロポーズっていつするんだろうってなってきてなんかタイミングっていうかいつでもいいのかなとか、サプライズでいいのか、それともなんか相手の様子を見て相手もちょっとなんていうんですかね、結婚したそうだなっていうかなんかレディーっていうか準備できてきたなっていうのを感じ取ってするのかとかちょっといろいろ考えちゃって、でその友達に相談したんですよ。この共通の紹介してもらった友達に相談したらまあその時はその友達はまだじゃないかっていう、今プロポーズされたらびっくりするんじゃないかなみたいなことを言われて、あそうかって思ったんですけど、でも結局それってやっぱりもうリンコ本人にしかわからないじゃないですか。なのでもうこれプロポーズではないんですけど、もうプロポーズみたいなね、ちょっとなんかジャブみたいななんかフライングだったんですよ。そう自分結婚したいとは思ってるというか、だからいつプロポーズしたらいいかなっていう面白いそれ。いつ頃結結婚婚したいしたいって言われたんですよ。そうだ、いつ頃結婚したいって言っていつ頃結婚したいって、それはまだお付き合いとかはしてしてもちろんしててコーヒータイム半年も経ってコーヒータイムして経てお付き合いしてで、どれくらいかな。じゃあ本格的にプロポーズされたのはでもその話をして、でもやっぱちょっと考えたいって、結婚したいけどもうちょっと整理したいというか、考えたいので時間くださいって言ったんです。その時どんなでした？なんか相手が結婚は望んでなかったのかなとかって思わなかったですか？いやまあそうなんだと思ってその後でねなんだろう、これもなんか変だけどね、こっちから OK をもらってOK っていうか OK もう OK プロポーズいつでも来ていいからね。面白いですね。なんか前段階がこうあるんですね。なんかステップ面ステップロポ白いーズの前面白いな。でプロポーズみたいなプ。いや面白い。OK もらったんで、じゃあもう結構すぐもう OK もらって何日か後かだよね、あれは。
そのプロポーズした思い出の場所はどちらだったんですか？彼女がっていう、うんはい、リンコが通ってる教会で。じゃあちょっとサプライズ的な感じだったんですか？まあはい、結構サプライズ超で、サプライズ、びっくりした。なんかこのなんていうんですか、本当にただおしゃべりするためだけに予定入れてたので、私結構仕事の後でくたびれてて、だからそのなんかプロポーズの時の写真とか私結構顔疲れてるんですよ。嬉しいんですけど割にはその人思わなかったので、はい。で、そうなんですね。しかもなんかそんな感じに見えなかったのが、ドン・キホーテのお店の名前言っていいかわからないですけど、黄色いビニール袋を持ってて、その中に大量のカップラーメンが入ってたんですよ。で、カップラーメン。で私もその話し合いしながらカップラーメン食べてたんですよ、仕事で。なんですけど結局プロポーズする時とかはそっからなんかお花が出てきたりとかしたんですよ。鼻を隠すためにドンキ、その前にたまたまカップラーメン勉強してきました。メモとかメモ参考にこれ何回もこの動画見返してね。メモ若者たちが同じことをカップラーメン持ってたら怪しい。鼻隠して、まあお菓子とかカップラーメンでちょっと鼻を見えないようにして、ちょっと工夫してというか、でそれでバレないようにも2人で来たからね。絶対バレない。絶対カップラーメンの下に花があるなんて思わないもん絶対。ドンキで安かったとか言っても何も疑わないじゃないですか。その通りだったので。じゃあびっくりしましたね。花束がこうパッと出てきたわけですね。そして私の牧師先生がなんかデミ頼まれっていうかなんか携帯で動画撮り始めててこれはみたいな。僕先生直々にすごい記念の動画ですね。本当だね。いや持ってますか？はい、持ってます。じゃあ今から VTR 流れ知れないな。すごい、でもいいストーリーですね。本当にね、なんかホットになる。シングル代表してシングル代表してモトキ君になんか一つ質問してもらいましょうかね。そうね。いつか役に立つ日が来るからね。じゃあこの人ともう結婚するって決め手というかポイントみたいな。じゃあ先行で、どうしよう、どれからでも私はこのレンガにいつ結婚したいって言って考えさせてくださいって言った後もうちょっとクリスチャン的な話になるんですけど、なんかもう自分で決めるのが怖くてずっと祈っていたんですよ。でこう神様が「レンにしなさい」とか言ってくれるのかなと思って言ったらもう全然そんなのなくって、なんかむしろなんか私が自分で決めてこの人愛するって決めたらきっと神様が祝福してくれる感じがして、神様が言ったからとか人が言ったからとかじゃなくてなんかもう自分で決めていいんじゃないってこう神様に言われたような気がして、それで私はもうデンに私ももう OK だよって言ったんですけど、私がデンが夫だといいなと思ったのは私いつもどうしても人の目とか気にしちゃって人を喜ばせなきゃとか、こういう人じゃなきゃとか変に頑張っちゃったりするんですけど、なんかデンは奥さんに対して何も持ってないなんていうんですか、こういう奥さんであってほしいとか、そういうのがないって言われたんですよ。だからそのままでいいって言われて、それがすごく嬉しくて、そのままのあなたがそれで私はデンがいいなと思って、そう祈りの中でも導かれたんでしょうね。そういうずっと。でもそうだよね。なんか神様からね明確にデンが正解だよっていうか、正解っていうかもう結婚相手だよって結婚しなさいって明確に言ってくれたらそれは確信がねもらえるけど、やっぱり神様はそういういろんな方法があると思うんだけど、きっと人それぞれ人それぞれだけど、でも自分のその意思をねやっぱり神様大事にしてくれてるのかなって。温かい中でね神様が
選んでいいんだよってりんこちゃんとか言ってしかもなんかやっぱりタイミングがやっぱり合わないとそうですね。奇跡じゃないですか。だってそのざっくり旧約会だってそこに行こうと思ったのがすごいですよね。だからそれだし、そこでねデンさんがりんこさんのこといいなと思わなかったら何も起きないわけだし、だから本当に何一つとってもなかったら結婚はできなかったから、一つ一つのそういう小さなねことがすごい奇跡だなと思うんですけど、いやーどうですか、参考になりましたか？いや深いですね。すごい元くんの鋭い質問だと思いますけども、それではデンさんはどうですかね？まあ今和宮君が言ったように、自分もこう振り返ってというか、こうそういうタイミングであって、その時にまあお互い、まあ、自分から声をかけて、で向こうも声を持ってくれてとかっていう、この一連の流れっていうかを見た時に、まあ、自分はそこに神様の導きを感じて、こういうもうタイミングがいろいろこうお互いあって、こう来てること自体がもうまあ一つの印なんじゃないかっていう。なのでもうなんていうんですか、だからもう付き合って結構早い段階で自分はもう結婚を考えてたっていうか。1ヶ月ですけども、この新婚生活どうですか？結婚されてから1ヶ月間ですけども、感想。楽しいです。ちょっと、結婚する前は結構自分外によく一人でスタバ行ったりとか本読みに行ったりとかしてるんですけど、ちょっと今引きこもりになってますね。ちょっとお家がちょっと楽しくて、でだからね、なんかたまにはっていうかね、ちょっと外でデートもねしてないね、あんまり結婚してからしてからしてないですね。今日が外に出てきた感じ。この前結婚する前はね、結構週に何回かラーメン食べに行ったりしてたんですけど、結婚してからね、この前先週ぐらい初めてラーメン食べに行ったぐらい。ゆっくりできる家庭があるっていうのと、迎えてくれる人がいるのは大きいですよね。りんこさんはどうですか？私も楽しいです。デンさんなんかいろんななんか不思議な、なんか僕の中ではデンさんなんか不思議な人なんですけど、なんかいろんな面白いことがありそうですね。なんか一つエピソードありますか？なんか面白かったなんかっていうか、びっくりしたこととか。お互い。この結婚してから。結婚してから。でも一応なんか家にいつもなんかこう音楽が流れてるんですけど、音楽によって踊ってますね。おお。家で踊ってるんですか？それはイメージできない。でもそっか。どんな系の音楽ですか？ EDM とか。でもいろんなジャンル聞きながら踊ってるんですね。結構自分の希望としてはなんかもう四六時中音楽流しときたいなっていうのがあって、ダンスって全然ダンスできないんですけど。そうですそうです。でもちゃんとしたダンスじゃない不思議なダンス。リラックスしてるんですね。リラックスしてるんですね。デンさんがびっくりしたこと。びっくりしたこと。でもどんなかな。りんこも踊るよね。私も踊ります。じゃあ踊れる夫婦なんですね。すごい。次回は踊っていただ他け人から見たら。そうだね、なんか変な動きいやでもこの前サンバとか踊りました。サンバの足だけ。はい。足のプルプルしてる。足のプルプル。すごい。なんか楽しんでますね。なんか足ガクガクしてるじゃないですか、サンバ。あれだけ再現して。じゃあもうお家はもうサンバが鳴り響いて。サンバじゃなくて。いやでもいいですね。いいですね。なんか今ね見てる人の中でも過去の失恋とか過去のその傷があってなかなか結婚に踏み出せないっていう女性の方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方に何かアドバイスっていうか
なんか励ましの言葉があったら、まあ、自分の経験を通して言えることがあれば。全然自分もそのアドバイスとかをできるような人間じゃないんですけど私がそうですね思ったのはもちろん結婚素晴らしいですけどもう私がどんな状態でも一番愛してくれる神様を一番にして、でそしたらもうおのずと私ちょっと恋愛すると男の人にこうなりがちなので、それをフォーカスを神様にして、でそしたらこう自然とそういうまた自分で選んでこの人と結婚するってなった時も心がこうなんか落ち着いてて、大丈夫だったので、やっぱりこの人が一番ってなるとこの人が望むような自分になれなかった時とか落ち込んじゃうと思うんですけど、でもそれがあるからか今もすごく本当に結婚が楽しいというか。じゃあデンさんは今ちょっと好きな女の子がいるんだけど、でちょっとでもどうやって告白したらいいかわかんないとか、なんかラブドクターラブドクターであり DJ であるデンさんに DDD トリプル D にちょっと聞いてみたいんですけど、まあ男性に向かってちょっと喝をそうそう、言いたいこといっぱいあるんですけどそうですね、やっぱり、自分はまずは本当に神様が自分を愛してくれてるっていう、そのやっぱ確信があるというか、そこが、なんていうんですか、アイデンティティというか、やっぱり自分は神様に愛されてないんじゃないかって思う、感じる時もあっても、失敗をしたり自分の弱いところだったりはもちろんたくさんあるので、そういうことが見えた時に、以前だったら神様も自分のことを見放すんじゃないかとか、神様がなんだろう、なんか罰じゃないけど罰が当たるみたいなとか思ってたこともあったんですけど、でもじゃあこの自分が信じてる聖書には何て書いてあるかっていうと、やっぱり神様は自分のことを愛してると、見捨てないと、自分がどんなに失敗しても何度でも神様は自分のことを愛してくれるっていうのがもうどんどん確信に変わっていってて、神様から自分が愛を受けれてるから、自分は妻をね、凛子を愛せてるっていうのがあるので、やっぱりまずは本当に自分が神様によって愛されてる存在だっていうのを知ることで、相手のことをこの変な愛し方っていうか、独りよがりな愛し方をしなくなるのかなっていう、それにもしこの好きな子に断られたとしても、自分には神様がいるからっていうか、なんか付き合ったら幸せになるとか満足にする、結婚したら幸せになる、もちろん結婚したら幸せなんですけど、一人の時にもうすでに幸せだったんですよ、シングルでも満足してたんで、だからちょっと余裕があってなんかここまで来れたのかなって、以前の自分は満足なんでしょう、なんかこういう彼女がいれば自分は良くなるんじゃないかとか、そう思ってた時期もあったので、そういう時ってやっぱりうまくいかないんですよね。よく結婚はゴールインっていう表現がよく言われるんですけど、世の中では。でも実際そうじゃないですよね。これから結婚が始まるですね、スタートだし、という意味でもお二人の今後の本当に人生がどういうふうに本当に花開いていくのかっていうのがさらに楽しみでありますけれども、いやー本当に今日はスタジオにお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。今日は本当に新婚ほやほやのデンさん、そして凛子さんに
お話を伺い元木もハッピーそうですね、ご出演いただきました杉山おでんさんに実は大好きな御言葉をカードに書いていただきます。それをですね、見てくださっている1名にプレゼントしたいと思いますので、1名ですよ。誰に当たるかすごい心臓を燃やました。これってどういうあれなんですか？何をしたらこれをゲットできるんですか？このチャンネルに登録していた方の中から限定1名様にこの今から書いていただく色紙っていうか好きな御言葉のカードを差し上げますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今日はハイサイジーザスビートショー第1回目をお送りしました。皆さん見てくれてありがとうございます。さようなら。